作るのにね、2週間ぐらい。文字用と天日塩。これね、血抜きの工程で。はい、からすみの作り方ということで、今日は、これね、ボラの卵巣なんですけれど、からすみがね、できるまでを紹介しようかと思いますと。からすみってね、なんぞやと思う方もいるかもしれないんですが、からすみっていうのは、ボラのね、卵巣、これがボラの卵なんですけれど、ボラの卵巣を、塩漬けもしくは味噌漬けにして、干したものと。で、日本三大珍味なんかにも数えられていまして、日本三大珍味っていうのは、ウニ、このわた、からすみと。なんで、ウニはウニの卵巣ですし、このわたはね、ナマコの綿ではあるんですけれど、この子っていうのは、ナマコの卵巣ですし、からすみは、ボラの卵巣と。だから全てね、内臓系が日本の三大珍味に数えられておりますと。今からからすみ作っていくんですけれど、これまず一番最初ね、からすみ作る際は、からすみって表と裏があるんですけれど、裏にね、太い血管が通ってるんですよ。ここにこうね、殺菌した安全ピンだとか待ち針とかでこう穴を開けて、この血管に詰まった血をきれいにね抜いてあげると、仕上がりのね、臭みが少ないからすみが出来上がりますよと。なので一番最初にね、この血管に穴を開けて、こう爪かなんかでね押し出していくと、こんな感じでね、こう血が抜けてくるので、まずはね、こうやって血を抜いていきますと。これはね、正直ね、この表が若干ね、もう血が回ってしまっているので、ちょっと色が悪かったりするんですけれど、本当に鮮度がいいと、こういうね、綺麗な黄色い照りのある色をしてます。これ業者さんによっては、この裏の血をね、もう入荷した時点である程度抜いてくれていたりはするんですけれど、抜けてるなと思っても血はね、結構こうやって爪だとかでこう血管を押してってあげると必ずね集まって抜けてくるので、血を抜く作業は、必ずやってくださいと。表にもこういう感じでね血管が入っているので、僕の場合はね、これね、ここに軽く穴を開けて、でこの表のね血管の血もこうやって寄せて、抜いていきますと。で正直ね、こっちはもう血が回っちゃっているので、出来上がりがおそらく、色が悪くなったり多少臭みが出たりはしてしまうんですが、からすみってこっからね一晩血を抜いて、で塩漬けして、で今回は、味噌漬けにしようかと思うので、味噌につけてそこから干してで、作るのにね2週間ぐらいかかるので、だからね、ちょっと動画の途中でテンションが高くなったり低くなったりするかもしれないんですが、それはね、そういうことなんだと思っていただければと思いますんで、今度はこれね、氷水につけて細かい血管に残った血を抜いていきます。血抜きする際はね、これ真水、これね、たまに塩水でやる方もいるんですけど、僕はね、これね、真水でやらないと血が抜けないと、教えられたので、真水でしかやったことがないんですけれど、多分ね、塩入れるとね血が固まっちゃうと思うんで、だから真水に、氷、たっぷりめに入れて、で6時間ごとぐらいにこのね水を取り替えながら一晩このままね冷蔵庫に、入れますと。そうするとね、これこの後映像で見えると思うんですけれど、ここにね残った血が結構きれいに抜けるんで、今ね半日ほど
経つんですけれど、半日経つとね、水にね血が出てだいぶ水が濁るので、ここで一度水を変えますと、血管の血もある程度は抜けてくると思うので、このままねあと半日ほど水につけておきますと。ちなみにね、こっちのカラスミは、鹿児島産でキロ25,000円、こっちはね千葉県産で、キロ13,000円で、もちろんね大きさだとか鮮度、水揚げ量にもよるんですけれど、国産でいうと基本的には宮崎だとか鹿児島、長崎の九州のカラスミって結構取引値が高くて、千葉だとか大阪、神奈川だとか内湾で水揚げされたカラスミっていうのは比較的ね、値段が安い傾向にはありますかね。ただね、安いと言っても、1万円超えるんで、高いものではありますかね。あとね、外国産だと冷凍のオーストラリアとかが出回ったりだとかしますかね。そしたら水変えてもう半日ね置いておきます。24時間経ちますと、こういった形でね、綺麗に血が抜けるかと思いますので、最初に血が回っていた方も、この辺ね若干色が悪くはあるんですが、だいぶね最初よりは血が抜けたと思いますので、今度ここから塩漬けにしていきますと。塩というのは、大きくね生成塩と自然塩に分けられまして、生成塩というのは、イオン交換膜だとか、だから主に電気分解ですよね。電気分解で化学的に NaCl だけを抽出した塩という感じで、自然塩というのは、天日干ししたりね、あとは岩塩だとか自然に塩の結晶ができたりだとか、あと塩分濃度の高い湖を蒸発させて作ったりだとかした結構ミネラルを多めに含んだ、いい意味で雑味のある塩っていう感じなんですけれど、結構ねこの塩味は最後までカラスミの中に残るので、このね塩を割としっかり選んであげた方が仕上がりは美味しくなる気がしてますかね。これはね、藻塩と天日塩を混ぜてるんですけど、藻塩というのは、このね海藻のエキスが混ざり込んでいる塩っていうイメージですかね。雑味のある塩を使ってあげた方が僕はね美味しく感じますね。塩をするときにこのへその付け根だとか、このねカラスミ同士が重なる部分だとかにしっかりと塩を当てておいてあげると、この部分がね、干した際にカビたりしなくなるので、ここだけ注意して、塩を当ててくださいと。で結構ね塩は強めに当てて、このままね24時間ほど置いておきますと。今回味噌漬けにするのでこのぐらいしか当てないんですけれど、塩漬けにする場合はねもっとガチガチに塩をしてしまう場合が多いですかね。はい、そしたらねこんな感じで、24時間また冷蔵庫に寝かせておきますと。そうで塩して24時間置きたいんですけれど、結構な量の水が出てくるので、このまま置いとくと結構ねこの表面と底とでムラができてしまうので、なんで今4時間ぐらいなんですけど、ある程度水が出たら水を捨てて、でこの上下をひっくり返します。でひっくり返すと。でこれね返すと当然水分で塩が落ちてしまっているので追加してもいいんですけど、このね底に溜まった塩を表面に塗り直してあげると、ムラなく浸かりますかね。でこの後ね、塩を抜いて味噌につけてとするので、ここまで神経質にならずともとは思いますかね。
こんな感じで、あとね、数時間また冷蔵庫にしまいます。24時間経ちますとからすみから水分が抜けて、こんな感じでねだいぶ硬くなっているかと思いますので、ここで一旦お塩を洗い流しますと、表面の水分は抜けて、で表面に強く塩は入っているんですけど、このからすみのね中心の方には、まだまだ水分が残っていて、塩分も中心まではねしっかりとは入りきっていない状態ですので、このからすみをペーパーかなんかでこんな感じでくるんであげて、でこのまま冷蔵庫で一晩寝かせますと。そうするとこのね表面に強く入った塩が、中まである程度ね染み込んでいって、で真ん中の方の水分も徐々に抜けてきてという状態になるかと思いますので、この時にこうね底につけたままの状態だと、またね水が出てきて、どうしてもこの塩の入り具合にムラができてしまうので、ここからは、こういった形でねこうちょっとざるか何かに上げて、お塩をなじませていきます。で、またねこのまま冷蔵庫で一晩寝かせますと。で、一晩経ちますと全体に塩が回って締まってくるかと思いますんで、そうしたら今度ここで一旦ね中に入った塩を、抜くという、工程を挟みます。これ正直塩抜きせずに、例えばこの塩漬けを3時間とかね、時間を短くしてでそのまま味噌に漬け込んでもいいんですけれど、僕はねこれねしっかり塩をしてで塩抜きした後に味噌に漬け込んだ方が、仕上がりがね生臭さが少ないからすみになるかと思っているので、ここからまたね一晩お酒に漬け込んで塩抜きしますと。でこの時にこうやってねからすみの上の方でそれぞれの卵を結んでおいてあげると、このね卵が飛び出さないというか、出来上がりの時にねこいつを残したまま干すっていう方法もあるんですけれど、ここね結局食べないんですよ。で食べる時にどっちにしろこれ取り外してしまうので、僕はこの段階で、ここを紐で縛って、でこのねへその部分はここで取り外してしまいますと。これ出来上がりを、この状態でねこういった形で固めたかったらまとめてね一つにこう縛ればいいんですけれど、結局ねこれ使う時はこうばらして使うわけじゃないですか。こうやってねまとめて作るとどうしてもねここの重なってる部分の乾きが甘くなって、で衛生的にねちょっとカビが生えたりだとかの心配があるので、僕の場合はこの一個一個で干していくので、ここでねまとめて縛らずに、一個一個に分けて縛りますと。でこの時にね結構上の方にまで卵が詰まっていますので、なるべくねギリギリのところで縛るようにしてくださいと。でこれね、最初に縛ってもいいんですけれど、最初だとこの卵自体がもうちょっと張ってるので、このね縛る時にこの皮が破れたりっていう心配があるので、僕の場合は、この塩漬けした後ですね、塩抜きする前のタイミングでこの卵の上を縛りますと。でこれ縛らないとこのね塩抜きしてる時にここからどんどん卵が水中に流れ出てしまうので、縛ってから、塩抜きしますかね。ここをねこのへそをハサミで切り取って、
で、それぞれねつながりをほどきますと。なんで一個一個がねこういった形になりますかね。でこの状態になったら、今度は塩抜きするんですけれど、塩を抜くときは、これ日本酒ですね。日本酒に漬け込んで、塩を抜いていきます。でこれね人によっては、白ワインの方もいますし、焼酎の方もいますし、日本酒と焼酎合わせたりだとか、ちょっと洋酒を入れたりだとかね、この辺は人によって作り方が違うので、お好みのねアルコールにつけてあげればいいのではないでしょうかと。僕の場合はね日本酒が香り的に合うかなと思っているので、誘い塩って言ってこれねちょっと最初にね塩を溶かしてから塩抜きする方もいるんですが、これね塩に一晩つけただけなので、誘い塩しなくとも十分に塩分は抜けるかと思いますので、純粋にお酒につけるだけと。ではこれ塩抜きする時間はねだいたい塩に漬け込んだ時間と同じぐらいの時間、なので、今回だったらね24時間塩漬けしたので、24時間お酒につけて塩を抜きますと。でこの後に、味噌に漬け込んでいきますと。ちなみにねカラスミの名前の由来は東木、中国の王朝に唐っていう時代があるんですけど、唐の時代の炭がこういうね丸い形をしていて、それに見立ててね、そこからカラスミと呼ばれるようになったなんて言われてますかね。そしたら、これね24時間塩抜きしていきますと。で、24時間経ちましたと。そうするとこのね水分が抜けて小さくなっていたカラスミが、買った時まではいかずとも、お酒を吸ってね膨らんでくるかと思うので、こうなったら今度ね、これを味噌につけていきますと。でこれね冷蔵庫の温度だとかこの最初に入ったね塩の濃度によってはまだガチガチでね全然塩が残ってたりするので、もしね触ってみてちょっと芯が残ってるなって感じがしたら、もう少しねお酒に漬け込む時間を長くして、塩を抜いた方がいいかなとは思いますかね。塩が抜けたら、味噌につけていくんですけれど、これ、そのままこの味噌の中に入れると周りがね味噌だらけになって、結局ねそれを取ってから干さなくてはならないので、一本一本最初にキッチンペーパーで包んで、それからね、味噌に漬け込んでいきますと。なんでペーパー足りなかったら何枚か使って、でこのね使う味噌は僕の場合はなんですけれど、西京味噌、ちょっと甘めの味噌に、赤味噌を混ぜた、そこまでね塩気が強くない甘めの味噌の地に漬け込みますね。でこれそのままでね、もしちょっと味噌が硬いなとか、ちょっと塩が塩分が強すぎるななんて思ったら、酒かねみりんを足して味噌を伸ばしてから漬け込むといいかなとは思いますかね。漬けるときは先ほどくるんだカラスミを並べていって、で、上からも味噌で覆ってと。でだからこのねヘリなんかにしっかり味噌を入れておかないと均一に浸からないので、この辺はね、しっかりめに味噌で覆うようにしてくださいと。で入りきらなかった分はね上に重ねて、で漬け込みますと。漬け込む期間なんですけど、こっちのちっちゃいもので、5日ぐらいで、大きいもので1週間ぐらいっていう感じですかね。そうするとおそらくはしっかりと中まで
味噌の味が入るはずですんで、このまま冷蔵庫で寝かせますと。もちろんね、これ味噌につけている間もどんどんからすみから水は出るので、途中でこの浮いてきた水分を捨てるのと、あとはどうしてもね、この上と下とで浸かり方にムラができるので、途中でね上下を返してあげたりっていうのをだから1週間漬け込むとしたら2回か3回ね、上下だとかこの順番を並べ替えてあげるとムラなく浸かりますかね。はい、ということで、このままからすみつけていきますと。はい、で、これねちっちゃい方のからすみなんですけれど、味噌につけてね5日経つと、結構ねこの明太子より硬いぐらいの味を持つとちょっとしなるぐらいのねこういう硬さになったら、あとは干すだけですと。でこれ干す時はね網で干してもいいんですけれど、結構ね網とかざるで干すとこのざるの跡なんかがからすみにつくので、僕はね木の板で干してしまいますかね。形を揃えたかったら上に重しをすればいいんですけれど、僕はねこれそのまま乾かした形が好きなので、このまま、陰干しにしますと。半日ごとぐらいでね表裏をひっくり返しながら干していくと。では天日干ししてもいいんですけれど、気温が上がりすぎて表面がね結構直射日光当てすぎると表面にシワができたりしてあんまり仕上がりがね綺麗にいかないので、僕は陰干しで、だいたい1週間から2週間程度干して、程よい硬さになったら完成と。はい、そしたら、干していきますと。こちらね、何日かしましてどんどんからすみが増えてきたんですけれど、干すとね当然表面が先に乾いて、で中はまだ水分が残った状態っていう、干し始めはね、そういう状態が何日か続くので、このね表面だけ先に乾燥しちゃうとね、この皮がバリバリになっちゃうというか、見た目がね結構皮にシワが寄っちゃってあまりよろしくないので、内側と外側のこの乾燥の差をなるべく減らしたいということで、最初のね何日かは1日1回多くて2回ですかね、この表面に酒を塗ってなるべくね中心と外側のこの乾き具合に差がないように干していくと。で当然ねこれ洗濯物と一緒で端の方が早く乾いたりだとか、あとねこっちの底の面の方が早く乾いたりだとか、それはね干す場所の風の当たり方だとか温度の関係だとかで様々だと思うので、こっちの方がなんか乾燥しすぎてるなって思ったら、そこにね若干酒を多めに塗って全体がなるべく均一に乾燥していくように干していくというのがポイントですかね。朝晩で裏表をひっくり返しもしますし、あとはね、こんな感じで場所を入れ替えたりだとか、このね上下を入れ替えたりだとか、この辺を調整して干していくと、全体にね均一に干せるんではないかと。これもちろんね小さい方が早く干せるんで、これだから仕上がりはね当然小さい方が、早いですと。で、今で干し始めて10日目、思ったより乾きが悪かったんでちょっと長めなんですけれど、このね触ってみて指の跡がつかない程度に干せれば完成という形ですかね。これもちろんね大きさが違うので、この辺はあと3日4日干した方がいいかなと。これね別に完全に干しきれてなくても全然食べることは可能なので、柔らかい方が好みだったらこのね半干し生干し程度の状態で食べ始めてもいいのかなと。で
これ以上ね干さなくていいやというものは、これねずっとそのままで置いとくとカチカチになってしまうので、ラップで、もしあるならね、真空機っていうんですか、真空パックにして置いておくと、冷蔵庫でね2ヶ月3ヶ月日持ちするので、密封して、置いておけばいいのかなと。あと人によってはね、これ保湿のために最後表面にねオリーブオイルを塗って仕上げるなんて方もいるんですけれど、僕はね、塗らずにそのまま揚げてしまいますかね。からすみの食べ方なんですけれど、これね大根と合わせたりだとかが多分和食だと一般的で、あと洋食だとパスタに合わせたり、パスタに合わせる場合はねもっとカチカチに干してこのボロボロっと崩れるような具合がいいと思うんですけれど、基本的にはね皮を剥いて食べるものということで、ここのね1本太い筋がどのからすみにもこう入っていると思うんですけれど、皮を剥くときはね、まずは、包丁でここに切れ目を入れて、ここのね厚い皮を外しますと。この時にね包丁を入れすぎるとからすみを削ってしまうので、なるべくね薄くこの皮をこういった形でね取るようにしてくださいと。で、ここのね太い筋の皮が取れたら、ここから、皮を剥いていくんですけれど、そのままこの皮を剥こうとするとどうしても皮がねこう途中で切れていってしまうんですよ。剥けないことはないんですけど、このね作業が結構手間ではあるんで、こういった感じでねこのピーッと表面だけ向けて途中でどんどん切れていってしまうので、この皮を剥くときは、これねお酒、表面にね焼酎でも何でもいいんですけど、僕の場合は日本酒ね、日本酒をこうさっと塗って、でこの表面の皮をちょっとふやかすっていうんですかね。でそうすると、このね皮に弾力が戻るので、酒を塗ってからこう皮を剥くと比較的ね剥きやすい。でもしこれ皮を剥くのがね面倒だったら、皮付きのまま切って、でそのままね火で炙れば皮を気にすることなく食べることもできますんで、その辺はね、好みに合わせてお召し上がりくださいと。こんな感じでね、お酒塗ると比較的ね皮が切れることなく綺麗に剥けるかと思いますので、よかったら試してみてくださいと。皮が剥けたらあとは食べるだけと。これね薄く切って、ちょっとずつつまむっていうのが一般的かと思うんですけれど、自分で作ったならねこれぐらいねある程度厚く切って、お酒のつまみにしても美味しく食べれるんではないかと思いますんで、でこれねなかなかこのからすみは綺麗な色に仕上がってると思うんですけれど、これね血抜きの工程でね血がしっかり抜けてないとここでね綺麗に色が出なかったりするんで、このね出来上がりを楽しみにしながら血抜きの作業とかするとねあまり苦痛ではなく作業できるんじゃないかと思いますんで、よかったら、挑戦してみてくださいと。ということで、からすみの作り方でございましたと。